おはようございます。それについて話をしていきましょうね。死ぬということは、肉体が見えなくなることですね。ところが実際に、いつも申しますように、人間と言いますのはね、神様の一番元の世界から、その肉体の世界まで、もう何十段階という段階があるんですよね。その段階をずーっと、命の光がずーっと通って肉体まで来てるんです。だから皆さんが今肉体にいますよ。肉体にいますけれども、あなた方が肉体を離れて、行く世界は大体決まってるんですよね。そのまた元もあるわけです。もっと上もあるわけです。肉体にいながらずーっと深海の一番光り輝いたところから何十段階という段階を得てここに来ているわけなんです。だから普通、キリスト教なんかで、天なる地って言って、ね、絶対神を呼びますね。絶対神のところまで行くには、大変な修行がいて、大変な清回りがね、必要で。なかなか絶対神の宇宙の唯一の神様と一つになる。実際は一つになってるんだけども、一つになった実感はなかなか来ないんです。そこで、その間に、守護神さんがあり、守護霊さんがある。そして、大神様との間を繋いでくれるわけね。んですよね。だから、我々が肉体を離れて、まずどこ行くか。どこの段階行くかね。肉体すぐの誘拐行くか。もっと飛び越えた霊界行くか。深海まで行ってしまうか。それは日頃の自分たちの宗教信念によるわけです。すでにね、全く神様一つだとね、守護霊さん、守護神さん、全く一つであると、自分が思い込んでいてね、いつも守護霊、守護神と同じような思いで生きていればね、そうすればそれは守護霊のいる世界、守護神のいる世界に行ってしまうわけです。あるいは、物質の世界のね、物がなくなったら大変だ。何がなくなったら大変だ。物がなくなることばっかり怖がっている。だいぶ近くに怖がってるんですね、実際言うとね。石油がなくなったらどうしよう。ね。紙がなくなったらどうしよう。どうしようと思うんだけども、実は肉体の自分がどうしようと思うより先にね、神様の方でその人の徳に従ってね、ちゃんと決めてあるわけなんですよ。何の種菓子はね、一生の間にどれだけのお金を使うんだ。何の種子にはどれだけのものを与えてあると。もう決まってるんですよ。一生の間にね。だから合わせて、競馬やったり競輪やって儲けたとか、ね。なんていうんです、宝くじで、当てようとか、ありますね。いっぺんに金儲けしようってやつ。もし金が儲かったらしますよ、仮に。仮にパッと100万でも1000万でも入ったとする。そうすると、一生の間の、80年なら80年の間に入るものをいっぺんにね、土地でもって、前借りしちゃうわけなんです、これ。いかにも、宝くじで当たって助かった気がするんですよ。しかしこれ前借りなんですよ。そうするとこれはね、後で減っちゃうわけです。あと平均してくるものが来なくなるわけですよ。で、前借りして、これはもう儲かったと思いますね。儲かったと思うから、友達にもやっちゃう、贅沢もしちゃう。ちゃんと稼いで入った100万円とね、宝くじで入った100万円じゃ、使い方は違うと思うんですよ。流々進行して、ね、稼いだ100万円なら、大事に使いますよね。宝くじや馬券で入ったんだったら、さっとね、結局やっちゃいますね。おい、俺金あったよ、ノーってんで、すぐ持っちゃう。なんか着物買っちゃう。そうすると、無駄遣いしちゃって、ね、前借りをして無駄遣いしちゃうんだから、後から来ないんですよ。と晩年になって、ね、それだけ減ってしまう。だから一番いいのは、平均して、必要な時に物が入ってくるという。平均したお金や物の入り方が一番いいんです。あんまりダブね、ダブついてたら困りますよ。私たちは、皆さんに物なんかもらえますね。もうさーっと、皆さんに悪いけれども、くださった人には悪いけれども、さーっと巻くんです。ね、もらってスッと巻くで、みんなにね。そういうふうに、するわけですね。配給所になるわけだね。自分だけ食べといたらさ、大変ですよね。物に殺されちゃう。
だから、あるものをね、うまく使い、うまくいただき。だから要するに感謝なんですよね。自分が例えば、やっと食べられても、あ、これで食べられない人もいるんだ、ありがたい。一人ちょっと余ってら、あ、一人で余っててありがたい。何でも物をね、大事にして、物に感謝するっていうことが一番大事。それは、自己自さんと自分の業とですね、自分の徳とですね、こう合わせてできているもんですからね。それと同じように、この世を去っていく世界もね、決まってるわけですよ。だから、亡くなった世界で、一番いいところへ行きたいと思ったらば、決まってるけども、決まっていて決まってないの。決まっているんだけども、よく言いますね。自分の肉体のこの現象の力でできるのは 20% あるっていうんですね。あと 80% は潜在意識に決まってる過去の因縁として。で、20% の中で、守護神さん、守護霊さんと繋がって、守護神、守護霊さんの力でもって、そこを変えてもらうわけですね。一応決まってる。さらにいいところ行きたいと思ったら、守護霊、守護神さんとピタリと一つになって、それでさーっと上へ行けばいいわけなんですよ。だから、死ぬことは怖くなくなることは、どうしたらいいかというと、守護霊さん、守護神さんとピタリと繋がって、自分の行く先は、守護霊さん、守護神さんがうまく決めてくださっているんだというふうにね、信ずることね。それが、絶え見ない守護霊、守護神への感謝業として行われていけば、そのままいつでもピタッと一つになっているわけですよね。そういう気持ちで生きていればね、生きることも死ぬことも何にも怖くなくなるわけです。一番人間の心を支配するのは死ぬってことですよね、やっぱり。だけど一番楽なことは死ぬってことなんですよ。病気で苦しんでいるより死んだ方が楽ですもんね。とか死のうと思ったってなかなか死ねるもんじゃない。また自分で勝手に死んだら、これは地獄行っちゃいますしね。だから、死ぬことを楽にするためにもね、日頃から守護霊さん、守護神さんありがとうございます。いつも守っていてくださってありがとうございますという素朴な感謝をね、毎日続けていけば、それは一番その人の幸せになることなんです。だからそういうことをね、慰める方も、獅子の渋滞の人であったら、慰める方もね、まさに物屋なんかだけやるんじゃなくて、いつも神様の話をね、なんとなくですよ。あ、やっぱりどこ行ったって守られてますよね。こうやって寝ていても神様守ってくださるし、ね、たとえあの世へ行ったって守ってくださるし、いつだって神様守ってくださるんだからね、ということを聞かせてあげていればね、それは一番愚読になると思うんですよ。ね。あんまり愚読と言わないで、この辺で話を終わりますけれど、